Buenos Dias. Gracias por ver siempre mis videos. Mi nombre es Puri. Significa porこんにちは、プーリです。レトロゲームの動画も10本目になりました。レトロゲームは今のゲームと違ってチュートリアルもなくて難しいものが多いですけど、シンプルで奥が深いものが名作として残っているのかなという印象です。さて今回の動画は PC エンジンミニに収録されているグラディウスを遊んでいきます。 PC エンジン版のグラディウスはコナミから発売され1985年5月にアーケードで稼働開始されたものを1991年11月15日にコナミの PC エンジンへのサードパーティー参入の第1作目として発売されました。コナミの PC エンジンへの参入は本体発売の4年後と遅めでした。このゲームは最初に出た時から38年も経っているんですね。遊んでみて思ったのはあっさりした印象はあるものの、グラフィックや BGM はそんなに古いゲームとは思えない感じでした。もしかしたら当時アーケード版を遊んだ人たちはびっくりしたのかもしれないですね。当時遊んだことある人はコメント欄にグラディウス愛を書き込んでいろいろ教えてくださいね。話はそれましたが、 PC エンジン版のグラディウス発売時点ですでにアーケード稼働から6年を経過している古いタイトルでした。当時の先行発売されていた移植版と比較してロム容量が大きかったことから削除された要素はなく、追加要素を多く含んだものになっています。初代グラディウスの家庭用ゲーム機への移植では初めてオプション4個の装備と長いレーザーを実現したものらしいです。アーケード版との主な違いとしては、表示解像度の関係から2面3面以外の本来上下スクロールのない箇所でもわずかに上下スクロールします。あとレーザーを使用した時などに処理落ちが見られるシーンがあります。処理落ちというのは画面の動きがゆっくりになるものですね。これはある程度仕方ないんじゃないでしょうかね。 PC エンジン版独自の追加要素としてオープニングとエンディングデモと新たに砂漠と骨のステージが追加され、全8ステージプラスエクストラステージの構成になっています。 BGM には大きなアレンジが加えられてリズムパートが追加されているそうです。それではゲームスタート。アーケード版の BGM と聴き比べてみたらややレトロな雰囲気の BGM から印象が変わっているような気がします。古いものをそのまま発売もいいとは思いますが、ゲーム性を損なわない改良もいいですね。本作に使用されている BGM の作曲は全曲東野美樹さんが担当しています。グラディウスの BGM を作ったのは大学時代のアルバイトでコナミで作曲のアルバイトを始めて、それでグラディウスの BGM を担当したらしいですよ。ヤマハのポータサウンドで作ったものをサウンドスタッフに聞いてもらい、楽譜にして打ち込んでもらったものを聞いてデータの間違いをチェックしたり音色のニュアンスなどを伝えたりして、その繰り返しで作品を仕上げていたということです。アルバイトで作ったものが何十年も残っているなんてすごいですね。 PC エンジン版の裏技としてメニュー画面でセレクトボタンを押したまま起動することでより原作に近い動作をするグラディウスニアアーケードとして起動することも可能になっています。ニアアーケードではハードウェア仕様はそのままで、カラーパレットや音源の扱いがアーケード版に近い設定にされて、追加されたステージなどを除いてゲームが進んでいきます。他の裏技はタイトル画面で上ボタンを押しながら2ボタンを3回押すとビッグバイパーが30機でスタートするものや、ゲーム中にスタートボタンを押して上上下下左右左右に1の順番でコントローラーのボタンを押すとほぼフルパワーアップ状態になります。このパワーアップはコナミコマンドって言うんですね。コナミコマンドは最初1回使うことができて、ステージクリアするごとに使える回数が1回ずつ増えていきます。もうすでにゲームが始まって最初のステージ終盤に差し掛かっているところですが、ステージ1は火山ステージです。ボスの手前で2つの火山が爆発します。オプションをたくさんつけていればギリギリまで寄って点数稼ぎができますね。基本的にネットで攻略法を見てプレイしているんですけれど、何度もプレイしてみて気づいたのは、同じ場所でレーザーを撃っていたらレーザーの間を岩がすり抜けてミスすることがありました。ここは私としてはオプション4つで通常ショットなのかなと思っちゃいます。ビッグコアが火山の間から出てきて、最初はいくらショットを打ち込んでも破壊できないんですよね。シャッターが開いて青いコアが出てきたらやっと倒すことができるようになります。一定のパターンで上下に動くだけなので
ボスとは思えないほど簡単に倒せちゃいますよ。ステージ2はストーンヘンジステージです。破壊可能な石と破壊不能な石が並んでいて、砲台がたくさん配置されています。上下方向に無限スクロールするので、スクロールを使って有利に進めていきましょう。ここではレーザーを使った方が良さそうな気がしています。レーザーで一気に石を破壊できるのはすごく気持ちいいですね。PC エンジン版のオリジナル要素としてエクストラステージがあると先ほど話したところですが、ステージ2の終盤にエクストラステージ1つ目の入り口があります。突入条件はスコアの100の位を5、7、3のいずれかに合わせてステージ終盤の場所に入ることでエクストラステージに入ることができます。今回はスルーして先に進みますが、突入箇所だけ分かるように表示しておきますね。ここですよ。数字を合わせて突入してみてくださいね。ステージを難なく進んだらザブがたくさん出てきます。多分安全地帯は左下ですね。レーザーの間をすり抜けてミスすることもなかったので、ボタンを押しっぱなしで待機してやり過ごしていきます。そしてお決まりのビッグコアが出てきますが、フルパワーアップしているのでビッグコアの移動スピードがめちゃくちゃ速くなっています。ステージ3はモアイステージです。イオン砲台として改造されたモアイ像が立ち並ぶステージで、モアイ像は口から4リングを吐いて攻撃してきます。このステージも上下方向に無限スクロールします。イオンリングはショットを当てて消すことができるので、できるだけ消していかないと逃げ場がなくなるので大変になりますよ。モアイ像も可能な限り壊していかないと後ろから4リングを吐かれちゃったりします。モアイステージは難しくてなかなか先に進むことができなかったんですけど、スクロールして安全そうなところを探して移動することを覚えたら、割と簡単に先に進むことができるようになりました。グラディウスをプレイしていて感じたのは、途中で失敗しても復活パターンがあるように感じます。これが遊んでいてもうちょっと先に進めるんじゃないかなって期待感を持たせてくれているんでしょうね。そうそう、ステージ3はエクストラステージの入り口が2つあるんですよ。突入条件はモアイ像が背中合わせになっているところが入り口になっていて、上から入るか下から入るかでエクストラステージの地形が変わります。この丸がついているところが入り口です。覚えておきましょうね。ステージ3のモアイ像を抜けるとマザーがたくさん出てきます。マザーは結構硬くて倒せないでいるとどんどん増えて逃げ場がなくなっていくので、早めに倒したいところです。ビッグコアを倒すとステージ4の逆火山ステージです。ここまで来ると攻撃が激しくなってきますが、
結構攻めたプレーになっていると思いませんか？これまで何回も練習でプレーしているので、ある程度のパターンを覚えてしまいました。問題は次のステージ5からですね。ステージ4は BGM がかっこいいと思いませんか？ステージ1のマップを逆さまにしただけなのに、目に入る景色が全く違うように感じます。音楽の力ってすごいですね。実はステージ4にもエクストラステージがあって、ここの突入条件は少し特殊なんですよ。ステージ1とステージ4にある山のトンネルを両方とも通過することが突入条件になっています。トンネルというのは山のこの部分ですね。エクストラステージの入り口はここです。逆火山の噴火口に入ると突入できます。逆火山ステージの最後はアイアンメイデンがたくさん出てきます。パワーアップしてないとかなり苦労するところなんですよね。ここまでノーミスできているので、オプションを並べてダブルで打っておけばあっという間です。そしてお約束のようにビッグコアが出てきます。もう慣れたものなので何の苦労もなくサクッと倒しちゃいますね。続いてステージ5は PC エンジン版オリジナルで砂漠の骨ステージです。ここで初めてミスしてしまいパワーアップがなくなりましたが、ここでコナミコマンドでパワーアップしますね。上上下下左右左右2、1とスピードアップとミサイル、オプション4つとバリアがつきました。これで楽に進むことができますね。砂漠の骨ステージはショットが骨に当たると骨が飛び散って、しかも壊せないし隙間も狭いから難しいんですよね。練習でもなかなかクリアできずに苦しみましたね。グラディウスの全ステージに言えることなんですけど、パターンを覚えて怖がらずに攻めたプレーをすれば先に進みやすくなったりします。それをするようになってやっとクリアできるようになりました。
結構たくさん敵の弾を受けてバリアが心細くなってきてしまいました。ステージの最後は頭蓋骨がたくさん飛んでくるのでひたすら破壊していくんですけれど、パワーアップしている場合の安全地帯があって、そこにビッグバイパーを置いてショットを打っていれば大丈夫なんです。バリアが完全になくなって怖いですが、落ち着いて横軸を合わせていきましょう。続いてステージ6は触手ステージです。ここは触手がついた細胞が出てきて動きがゆっくりになります。でも敵の弾が多いからバリアは必須ですね。細胞にショットを当てて破壊すると触手を含めて一気に全部破壊できますが、かなり硬いんでコツコツ触手を破壊した方がいいのかなと思いました。触手の赤いところにショット一発当たれば触手がなくなるし、敵の弾も減るんで避けやすくなるんですよね。ステージの最後は触手がたくさん出てくるだけなので、ここでも触手をひたすら破壊します。バリアが小さくなって心細くなってきました。バリアの当たり判定が大きいので結構シビアですよね。さてここでもビッグコアが出てきました。細胞が流れてくるので避けて、あとはいつもと同じで青くなったコアを破壊していきましょうね。ステージ7まで来ました。ここは細胞ステージというみたいなんですけれど、ステージ6の触手ステージと何か関係あるんですかね。もしかして触手ステージの細胞は細胞ステージから流れてきたものだったりとか。
細胞の壁を壊しながら先に進んでいくと、途中でアメーバーが襲ってきます。動きがゆっくりなので難しくはないんですが、途中でミスした時にコナミコマンドが使えなくなると厳しいでしょうね。ここでもダブルが有効ですね。正面と斜め上に弾を撃つので進む道を作りやすいです。オプションがあればレーザーでもいいんでしょうけど、私には難しいと感じましたね。ここには最後のエクストラステージがあって、突入条件はパワーアップゲージを空にしておくことです。突入箇所はここです。細胞核の手前下の辺りにビッグバイパーを滑り込ませればエクストラステージに突入していきます。ステージの最後は細胞核を攻撃して倒します。これがまた攻撃が激しくて、どんどんバリアが削られていくんですよ。そして最終的にバリアがなくなってミスしてしまいました。ミスして手前に戻されたところでコナミコマンドです。あと何回使えるんだっけ？とりあえずボスに再戦を挑みます。今回はミスしないようにビッグバイパーの場所を考えて、さらにオプションの位置も調整しておきます。やっぱりバリアは削られていきますね。一度やられているので簡単にボスを倒すことができました。グラディウスはミスすると難易度が調整されるみたいです。装備によっても難易度が変わるみたいで、これが努力すれば先に進むことができる理由なんでしょうね。いよいよ最終ステージ8の要塞ステージです。ここまで来ると敵の攻撃が激しすぎて、通路の狭さと相まってバリアをつけていてもあっという間になくなったり、壁にぶつかって自滅したりしてしまいます。途中でミスするとそこからリカバリーするのがとても難しくて、何回もやられてしまいます。やられてしまいました。とりあえずコナミコマンドで復活しておきます。
そして恐怖の時がやってきて、コナミコマンドの使用回数を使い果たしてしまいました。念のためにもう一回ポーズをかけてコナミコマンドを入力しましたが、やっぱりダメでした。これからフルノーマル状態からの苦行が始まります。コナミコマンドが使えなくて一見悲劇のように見えてしまいますが、これが奇跡を起こしていきます。何回もミスしながらもちょっとずつ先に進めるようになっていくんですよね。これって復活パターンっていうものがあるからってことなんでしょうね。少しずつ少しずつ先に進んでいきます。細い通路とラッシュが出てくるところで何度もやられてしまいますが、ついにこの地帯を越えて上下にハッチが4つあるエリアに行きました。ちょっとずつ進んでいきますよ。ハッチがあるエリアを越えました。通路が広くなったところで電磁バリアのエリアになります。後ろから現れたものに電磁バリアが張られていって、これに触れるとミスしてしまいます。敵の攻撃も激しくてギリギリで避けていましたが、結局避けきれませんでした。少し戻ったところから再スタートです。電磁バリアが出てくると思ったら2回目からは出てきませんでした。ここからまたさらに何回もミスして苦行が始まります。そしてまた少しずつ少しずつ先に進んでいきます。
と電磁バリアのエリアを抜けました。電磁バリアのエリアを抜けるとメカ触手が出てきて弾を撃ってきます。ここを越えると最終ボスがいるエリアなんですけれど、このフルノーマルの状態で進むのはかなり辛いですね。メカ触手との初戦はやられてしまいました。メカ触手と再戦2回目です。とりあえず突っ込んでみましたが、あえなくやられてしまいました。メカ触手との再戦3回目です。なんと幸運にも弾をうまく避けて壁の向こう側に行くことができました。最後のボス、マザーコンピューターが現れました。マザーコンピューターと上下の壁につながれている6箇所を破壊します。これでオールクリアです。やったー。めちゃくちゃ練習して苦労しただけにとても嬉しいです。バイパーが要塞から脱出すると要塞が爆発しました。余韻に浸っているとエンディングが始まります。このエンディングは PC エンジン版のオリジナルらしいですよ。エンディングが終わると2周目に突入です。2周目は敵の弾が増えたりで難易度がアップします。ゲーム内容は変わらないので、今回の動画はここまでにします。また次回の動画も楽しみにしていてくださいね。いいねやチャンネル登録もしていただけると次の動画作成の励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。クーディンガッサンルインドデアー。